ナムチェで一休みした私たち、いよいよ次のステージへ進みます。目指すのはあの有名なエベレストベースキャンプ。でもその前に通るのがちょっと聞き慣れない村たち。ドゥブチェ、リンボチェ、ロブチェ、そしてゴラクシェ。まるで呪文みたいな名前だけど、それぞれの村に空気感も出会いもちゃんと物語があります。そしてここからの道のりには頼もしい友人ムケスが加わって、旅はさらに賑やかに。やがて私たちは標高4000メートルを超える世界へ。空気が薄くなる分、景色も空の色もどこか現実とは少し違うような不思議な美しさに包まれていきます。果たして私たちはエベレストベースキャンプにたどり着けるのか。動画もいよいよ後編に突入。ここからもじっくりでも楽しくお届けしていきます。今日はまあまあ晴れまして、雲はあるけどね、もう青空も見えてるので無事出発したいと思います。何？おお。いらないでしょ。これ3つ。全部ロッチ？そう。これかわいいね。これはあれ。あ、シェルパ。あ、あれか。デザインの。で、ここの宿もどっち？そう。あ、これ昨日行った場所？シェルパレストラン。いや、これはウンブロ城前にあるお洋服屋さん。これから旅を共にするウケシ君が今協賛がね多すぎて帽子が4つある。どれをかぶってどれをどう入れるか時間かかってますので、その間に私たちがジンジャーレモンハニーをいただきます。俺登山家じゃなくて帽子屋さんに見えるよな。確かにね。今日の登山プランはこちら。標高約3400メートルのナムチェを出発し、標高3800メートル超えのテンボチェという村を目指します。ここから見える下の道が私たちのベースキャンプで、上が皇居で、あそこに見えるのがランチプレイスで、あれがテンボチェ。俺ってなんていうの？俺って。いただきます。じゃがいも美味しいよね。美味しい。来る途中さ、なんか刃物もあったよね。見とるわ。あ、ヤクあれ。あれヤクだね。手長いもんね。ちっちゃいし。なんか物悲しい感じだね。テンボチェに着きました。で、コモンルーム。てかそれすら満室だったので、デボチェ。デボチェまで下ります。と中間地って感じ。なんかナムチェみたいにすごい栄えてる街じゃやっぱなくて、ここで今夜一泊します。これ全部道の真ん中をワニ石で区切ってるんだけど、結構初めて見ました。結構霧も深くなってきた。ナマステ。ありがとね。おお。かわいい。かわいい。ボロネーゼってツナで作るんだ、こっち。新しくない？I am best guide. イネパリ。私たちのガイドとして来てるから、ホテルはタダだよね。でもね、ホテルもタダ、食事もタダだけど、私たち一緒のタイミングでは食べれない。申し訳ないわ。食べるけど。食べるご飯も決まってる。食べるご飯もダルバータ。これボロネーゼじゃないけど、なんかスープパスタで、まあ良かったね。
ブーンって感じだよね。だけど今のお腹にちょっと美味しい美味しい。普通にうまいね。普通だよね。おはようございます。天気も良くなりまして、今日はリンボチェに行きます。で、ここの宿は結構ね、暖炉を焚く式なんだけど、ちょっとそれがガス臭かったのと、あとちょっと炭っぽかったの。キャンプの炭のような感じがして、夜目が痛くなっちゃって、私たちの部屋は大丈夫だったんですけど、まあみんな結構空気悪いから翌日ちょっとケホケホしてたなっていう印象でした。で、ここのホテル泊まって、私たちはもう次からできる限りアタッチルームを取って快適に過ごそうと決意ができたホテルだったので、ただね、この町の外れにあるので、次の日からのそのトレック、次の町へのアクセスは一番いいんですよ。なのでやっぱプロたちはこういう町の外れに泊まって次の町を目指すみたいです。というわけで、私たちも今夜からリンボチェに行きます。4500メートルの標高に上がるので、なんか高山病のね症状が出る人が多いらしいので、ちょっと気をつけながら行きます。では歩きます。क्लियर एकदम डायरेक्ट आमादल्ला। こういうとこに映ると取れた？もうちょい。本日2度目。ね、飲んでみてめっちゃ美味しい。マジこのケースも飲んでみて。なんかね、蜂蜜がめっちゃ美味しい蜂蜜。すっごい美味しい。なんかアカシアハニーみたい。美味しくない？美味しいよね。めっちゃ美味しいこれ。レモンハニージンジャー。いくらいくら？ 300。俺もこれ飲もうかな。大マライディオ。大マライディいいよ、人。Yes, best. Never let discount also, Rani. ここはパンボチェです。でこの宿は前回お兄さんが泊まった宿で、もうダルバートがめっちゃ美味しいから食べてほしいってことで、ここに朝ごはんを持ってきました。で早速ちょっと今日ね、高山病が危険なのでジンジャーハニーレモンを頼んだんですけども、ベスト。すでに美味しい予感しかしないです。ダルバートもナイス。I love this one. It's so nice. Yeah, chicken. Was great. Yeah. You ate already? ベストダルバートです。本当来てよかった。何も持たせてもらえない。ちっちゃすぎて。ちょっとこれは何でしょうか？今日はい、そうです。かわいい。まだ何も持ってない。トレーニングなのかな。色も可愛い。赤ちゃんだね。何歳ぐらい？僕の勘だと多分1歳ぐらい。可愛い。この辺は1歳半とか2歳ぐらい。一番最初のあれは1歳ぐらいじゃない。写真撮って。
これね、これ全部雪降る雲なんだよね。しかも風向こうに吹いてるからね。まあ俺の勘は絶対当たる。今軽く切ってるよ。何切ってる？紙切を切ってるこれ。なんで焼く？なんで焼く？背がちっちゃいから。でもやっぱ微妙に毛が生えてる。赤ちゃんのあれかもよ。もう一回言って。昼寝はしないように。昼寝をするな。わかりました。ご飯と水はちゃんと食べる。ご飯と水はちゃんと食べろ。スープがいいな今日。お腹空いけたらシルパシチュー食べようかな。いそれはベストです。やでもよかった、無事来れてここまで。俺か。めっちゃ似てる。俺らはプロだから一番体力を使わない道を。頑張ったね今日も。過ぎてみればすごくなんともないんだよね。いい道だった。そうでもやっぱゲって思うんだよね。歩きて終わるまではね、終わるまでは長いよね。頭どう？脳みそじゃなくて頭どう？頭近い？どっち頭脳みそ。飲みされて。頭大丈夫だよ。頭いつも通り。近い？いつも通り。いいね。私たちのホテル、今日はこっちになったそうです。どうして。Thank you. 2500だけど、神保中シャワーがついてるアタッチある。トイレはついてるけどシャワー。Okay, it's okay. 2500。What is it? 二段レイヤーで今。トイレがついてるだけで。どっち？失礼。おー、めっちゃいいね。トイレ超綺麗。ありがとう。いけす。同じ時代も私にもありました。まあです。今ですか。今日は頑張ったからラテも美味しいです。いい景色でしょ。いいね。キャロットケーキ。これもブラウニー。美味しそう。いいね、ブラウニーもかけてあって揺れない、揺れません。揺れる。台湾カステラみたいな。Thank you。暑いくらいだ。あったか。めっちゃこもった画面。すごいね、なんか。これ美味しそうだね。今夜こそ本物のボロネーゼが食べれる。ちょっと行ってみよう。こういうの
初めて見たね。そうだね。あんま天気良くなかったもんね。綺麗だね。チョコレートパンケーキとエッグドロップトマトスープ。ちゃんとエッグドロップしてる。を食べて、夏は一日をスタートさせます。は高所順応日です。ということで、高所順応トレーニングの一環として5000メートルぐらいの丘に登ります。こう景色がね綺麗そうなので、高山病にならなかったらその景色をお届けします。エベレストはあの裏でしょ。どれ？ロッツェの裏。あー、ローツェの裏合ってるね。ローツェどれ？ロッツェはローツェはね、違うな。ローツェはぐるっと回ってあっち。今見る。登らないとエベレストは見えないんだ。エベレスト今見えない。私はあの山が好き。どれ？アイスクリームの塊みたいな。あー、あれアイランドピークかな。かわいい。一応この辺まで登ってきた。結構登ったよね。でも、イエーイって思ったらまだ緑でした。あとあれだけ上がるんだ。あとね、950メーター。ほうほうほう獲得標高400メートル登る。ほう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 。あと2時間ちょっと。2時間ちょっとか。オッケー。頑張ります。今んとこ頭は大丈夫。途中でムケスとすれ違って、彼といいやここで降りようと思って降りちゃいました。踊るようになったんですね。何メートルぐらいですか？ 5000？ 僕ら多分4900ちょっとくらいまで。ああ、でも結構いったじゃないですか。あ、そうだ俺今鏡見たらリップがめっちゃ割れてた。辛そうだから。マジ。ちょっと来てる。雪降ってきたよ、昔。最後まで登らなかったんですけど、途中でムケスに会ってもういいよって助言をいただいたからお腹空いたし降りてきたね。でも雪も降ってきたし、さすがちょうどよかった。俺の顔絶対当たる。そう、天気予報すごい当たるから。ガイド。いいね。食べないともう糖分がやばいから。今夜はモモにしました。バフモモ久しぶりとボロネーゼだよね。じゃあいただきます。
おはようございます。今日はルブチェに向かって歩いていきます。昨日結構ね雪だったんですけど、もう朝結構晴れてほぼ雪はなくなりました。で今日はそんなにいっぱいは歩かないんですけど、まあね早く行って早く休みたいのでテキパキと歩いていきたいと思います。では行ってきます。まっすぐなところだけど開けてて綺麗。高度的にはきつくないけど、ハイキング初心者にとっては連日の疲れが蓄積されて、今すぐにでも寝たいって感じです。この後ティーをして、あそこの町に泊まる今日。いや、あそこで昼飯休憩。あの後また登ってく。マジで。しっかり休んでるんだ。っていう感じのテンションです。頑張ります。そうだね。今日の夕方大雪だぜ。星みたいな星。夜は晴れる？マジか、いいね。いい予報だ。ポジティブな予報だ。また一つ町に着きました。町に着くと安心する。ちょっとね日差しも出て道の雰囲気も変わると気分も一新します。今からランチタイムです。すごいザ山小屋。ナマステ。ムケスがよくくれる粉飴が美味しい。カレー味なんだけど、一番最初に食べたいものは焼肉、コリアンバーベキュー。ジャパニーズのローストコサムギョプサル。サムギョプサルね。もちろんも今そういうの食べたいもんね。食べたい。ジャパニーズバーベキューが食べたい。寿司だね。あと寿司も食べたい。ベースキャンプで食べるのはいいと思うな。ベースキャンプ食べれたらめっちゃいい。ベースキャンプ何食べれるの？結構美味しいもの食べれるよ。だってさ、ラムチョップとか昨日のさドキュメンタリー食べてるね。高山病になってるから今日怖いわ。寝て起きた時の高山病。あ、ここへ直しとくか。これ何にしたかな？ハニーにしたのか。あー、ハニーが別。ジャムもハニーもくれた。バターもくれた。あ、全部ついてくんだ。ハニーはどれ？多分今から来る。ハニーハニーって言ってたから。美味しい？美味しい。食べていいよ。食べたい。よし。じゃあ現在11時半、ランチ休憩をして片道に AirPods でミスチルを聴きながら3時間これからゆっくりゆっくり行きましょう。頑張りましょう。ロブ茶まで頑張ろう。雪が結構降ってきたね。あの坂をずっと登っていく。の上まで上がって、そこからナマステ。待って。Good now. 俺が初めてベースキャンプ見た。エベレストベースキャンプも前回来た時11月だったから、そう。
ばいよね。俺もその前絶望だった。体調悪いのが一番きついかんね。もうずーっと日本に帰りたいな。なんでこんなとこ残ってるんだろう。日本に帰りたいな。ラーメン、お寿司、焼肉、鍋、野菜たっぷり食べたいって思いながらうん。歩いてた。やばいよね。びっくりした。俺が頭痛い言って休んでたら、歩き出した瞬間すごい歩きが遅く、あなたの歩きがスローモーションになってて、あそこで心が折れて、高山病はさ下山しないと治んないからさ、そう、それがだるいんだよ。そう、あそこで高山病になっちゃったら、もう高度上げてたらさ、私もそれがまたないポイントで、私高山病かな、またあの宿に戻るのか、めんどくさいな治ってくんないかなって思ってた。そうなんだよね。だからあそこで座って治すしかなかったよね。なるほどね。治ってよかった。うん。今日は薬ちょっと多めに飲んでねよ。どうしよう。明日の朝起きた時が勝負だから。見えたね。見えたね。わーい、ロブチェに着きました。5030メートル。高山病1個危なかったけど、今は大丈夫。もう大雪です。今日はオキシジョンハウスとこに泊まります。乾燥させて、うん。これ全部この辺で燃料になるから、じゃああれか。今日からの俺らの宿の焚き火は全部これを燃やして、結構燃えるんだよね。草食動物だからさ。ハロー。あ、無血大やりました。イエー受けたい。イ、やったぜ。というわけで宿に無事着きました。結構ね、風邪っぴきさんが多いわよ。10、304。まあね、ここまで来たら風邪ひくよね。しかもこんな全部密室じゃん。そうだね。ダイニングが誰か引いてたら映っちゃうよね。てかめっちゃ綺麗だね。すごい綺麗。感動した。アルジュンみたいな人がオーナーさん撮ったね。うわもういいじゃん。いいじゃん。いや、こりゃいいわ。すごい。ありがとうございます。で、ちゃんと鏡もあるしさ。トイレもさ、ウォシュレットなかったから汚す人いないね。上の方に来るとウォシュレットなくなるんだ。それはすごくいいことだよ。晴れました。ちょっとね、今夜が正念場になりそうなぐらいちょっと頭が痛いかもしれないから、お散歩して高度になれます。ちょっと頑張りたい今夜は。あ、下手くそ。あ、外楽だ。ちょっとお散歩しましょう。はい。寒い。でも寒さも慣れてきてなんかちょっと。とりあえずに可愛い可愛い。あの人映えるね、あそこに立ってる人。
フレンチトーストとチーズオムレツ。ケスもフレンチトースト。ちょっと昨日の夜頭が痛かったのと、今朝もちょっとだけ頭痛かったんですけど、今はさほど痛くないのと、途中までまずはチャレンジします。でダメだったらもう下山して、このままカトマンズ方面に行きたいと思います。ならね、帰りましょう。帰りましょう。もう無理だ。というわけであー、泣くな。あとちょっとだったけどね、惜しかったね。あと一村。でもね、なんかね、ダメ、頭今やめるって言ったらまた頭痛くなってきたわ。あと長かったね。ここに来るまで2週間かかったもんね。これがさ3日の勝負だったらさ頑張れたかもだけど、長期戦だもんね。頑張って。登ってね。登ってくれ。ね、登頂してくれ。じゃあこの2人の旅もここまでです。写真じゃないんだよ、ケツ。動画なんだよ。というわけでムケソも頑張ってセブンサミッツ1座目を取ってきてください。早く俺に追いつくように。あの坂です。あの坂を越えたら最後の街でした。エベレストが1回も見れなかったな。まあ帰り道どっかでエベレストビュー行って。エベレストビューホテルでまたどっかで見れるしまた。というわけで、じゃあグッドラックムケス。オッケー、バイ。バイ。頑張ってね。おセーフトリップですよ。うっす。でも何よりも精神面が限界だったと思う。うん、まあトイレもあんま臭かったしね。今日娯楽車止まんなくてよかったかもね。というわけでベユルアルパイン帰ってきました。ここ前回止まった。あ、止まったんだ。電源があるやないか。本当だ、電源がある。明日はエベレストが見えるそうです。私たちはどっから来たんだ？娯楽シェからそうだね、ここまでロブチェから。そう、ロブチェ、娯楽シェロブチェと来て、ペリチェっていうあれもあったけど、まあここがね、ご飯的にもなんか雰囲気的にもベストかなと思ったので戻ってきました。いやー疲れたね。お疲れ様。17キロちょっと歩いたと思う。マジで体調良くなりました。最近作って最近めっちゃ美味しい。チーズ初めてです。写真撮るの忘れた。私、無念のエベレストが全く見れてないことが今日解消されそう。ちなみに俺はもう見つけた。これかな。手前の連なりより一番高い山そうの右が右サイドの左奥に一個だけ山の上に雲がある山があるじゃん。あれがエベレスト。こ
というわけでエベレストがなんとか見れてよかったです。ここはパンボチェの村からの丘からエベレストがちょろんと見えますね。やっぱ天田村もさ、いつ見ても綺麗だね。いい形だよね。いい形。富士山とは違ったそうだね。こんな感じで全部見えます。チキンスープでーす。いやー、すごいいい宿だったね。いい宿だったね。いい宿だったでしょ。いい宿だった。なんか昼ご飯食べるだけじゃなくてちゃんと泊まれてよかった。というわけでこれからちょっと遠回りをしてナムチェに向かいます。鳥が見えるかも。楽しみね、楽しみ。それがあと唯一の見てないもの。動物みたいね。レッサーパンダとか見たいよね。というわけで行きます。バレーボールを耳にかけられて餌を食べてます。食べ続けるしかない。ちょっと休めないね。かわいいね。だね。ちょっと塗り直してるって言ってたね。綺麗。あ、コンテ。おお、なんか新しい山が出てきたよ。かわいい。なんかかっこいい。早く鳥が見たいな。ね。鳥のために来てるからさ。そうだね、鳥見たいね、本当に。その後ろに入ったと思う。木の後ろ。これお尻？戻ってきた。着きました。着きました。なんて。いや長かったね。長かったね。長かった。まあでも早くカトマンズへはい、カトマンズへ。とりあえず今日は美味しいご飯を食べましょう。食べましょう。お疲れ様。帰ってきたぜ、友達。やっぱね、下山して最初のご飯は友達でカツ丼食べたいね。イエス、ファイナリー。Thank you。来たもんね。食べなかったね。うん。朝しかもスープだけ。私スープだけ。味噌汁うま。うん。うまい。ああ。帰ります。しかも本当に美味しいの。美味しいよね。カツもちょっと焦げ目と甘さがちょうどいい。うんうん。We have a helicopter flight
Like from here maybe. Yeah. How much is that? To Kathmandu. To Kathmandu is 700. 700. So how about from Lukla? Lukla is 500. 500. Okay. 700ドル、9万ぐらい、10万ぐらい。11万じゃない700ドル。参ってしまいました。143ってまあカード切るから 143× 10万ジャスト。7万千。迷うね。迷ってしまう。Please call back later. いい音楽。 This is like how we wish goodbye へ to family, friends, close ones. Yeah.ー。わ And ー also you can see like the good luck symbol here, and it says like good luck and everything on Tibetan. Okay. This is like the culture way of saying goodbye. うん。 Like both Sherpa Thank Tibetan. you. Anytime. Appreciate it. Yay. I think we need a photo with you. Yeah. Yes. あら、ナムチェテラスの門内だから、登るオーラのあるお兄さんが。私もなんか登れそうなお姉さんみたいでしょ。登れなかったんですけどね。スリーパス走って1日。お疲れ様でした。おいしそう。やっほー。片町に帰るぞ。もうタイムイズマネー。そしてあったかいシャワーを浴びたいという強欲のもと、ヘリで帰ることにいたしました。天気いいね今日は。めっちゃ天気いい。山の影映った。ヘリ乗り場に着きました。なんかこの山に入って初のいい天気、こんなにいい天気の日があったでしょうか。向こうからサンライズが見えそう。太陽の光がめっちゃ綺麗。初ヘリです。Hello, ladies and gentlemen, I just like to welcome towards the flight.
カトマンズの空港に来ております。今回は初めてのネパールで、ちょっと長期滞在ってこともあって、体調面とか衛生面とかがちょっと不安だったんですけど、無事健康に帰りのフライトを迎えられてほっとしています。で今回は友達がエベレストに登るっていうことで、その応援に来たんですけど、そのエベレスト街道でのトレッキングデビューは結構その雄大なその景色を楽しんだり、あとその街道に根付く文化っていうのを楽しみつつも、あとは山小屋の慣れない生活で笑いあり涙ありの鮮烈なデビュー戦となりましたが、その山小屋とかあとはいろんなところで出会った方々が本当にみんな温かくて優しくって、一生に一度の素敵な経験になったと思います。ありがとうございます。で当初の目標だったエベレストベースキャンプにはたどり着けなかったんですけど、あそこからさらに山を登っていく人たちがいるんですよね。なんかすごい世界だなと改めて思います。友人であるムケス君はじめ、その皆さんが無事に登頂できることを心から願っております。頑張って歩いた後は第二の故郷を経由して日本に帰りたいと思います。第二の故郷タイに行きます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。